よし、来た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 、おっしゃ。小魚の気配を見つけました。でかいぞ、しかもでかい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 。料金は3450。おはようございます。釣り車中泊旅中のたくあんです。今日は朝からサーフにやってきたんですが、こちらね、どこのサーフかと言いますと、福島県のサーフです。僕 YouTube を始めて旅を始めるようになってから、日本全国いろんなところのサーフ行ったんですが、唯一ね、福島県のサーフだけはまだやったことがないと。というか福島県でね釣りしたことってないんですよ。なので今回のね釣り旅は福島県から始めて、で東北をねぐるっとこうまた回ってみようかなと思います。東北もね、どこまで行くかは全然決めてないので、気分次第とその場の状況次第で決めていこうかなというふうに思っています。というわけで東北釣り旅スタートです。福島県の釣りって全然わからないので、とりあえずね福島県サーフ釣りとかってねネットで調べて出てきた、多分有名な、すごく有名なサーフにやってきてみたんですけど、なんかこんな感じで前にねテトラがこう点々と入ってるようなサーフなんですね。で前にねだいぶ前になるんですけど、宮城県のサーフに行ったことがあるんですよ。でその時のねサーフにやっぱ雰囲気がすごく似てますね。よし、じゃあ早速やっていきましょう。じゃあ朝一はミノーで手前と、このテトラの周りを狙っていきましょう。この辺は割と水深が浅そうなので、ミノーでも十分ヒラメマゴチ狙えそうな気がします。水の色は若干濁ってるかな。すごい綺麗ってわけじゃないです。メインターゲットはヒラメと、あとマゴチなんですけど、できればヒラメを釣りたいかな。久しくヒラメを釣っていないのでヒラメを釣りたいところです。このテトラの前にあるテトラの左右からこう波がザーってくるんで、この真ん中に砂が溜まって、ここを中心にこう浅いというか、ここが山になっててこう浅いみたいな感じですね。この辺は駆け上がりになってるので、この辺りは魚つきそうですけどね。よし、ちょっとルアーをヘビーシンキングペンシルに変えてみます。沖を狙いつつ、テトラの出入り口というか隙間ですよね、あの辺りまで遠投して狙ってみましょう。そこの方にはあれか、海藻生えてるんだろうなこれ。なんか引っかかりますね。多分テトラがこう崩れてそこに海藻が生えてるのか、なんかそんな感じがしますね。もわっとこうなんか引っかかりましたね。ほらやっぱり海藻が生えてるんですよ。なんか着底がストンっていうかもわっていう感じで分かりにくかったんで、これはでも結構やりにくいかもしれないぞ。5秒ぐらいで着底するから沈めないことだな。5秒も3秒ぐらいで巻き始める。そうすれば海藻に引っかからないと思うから、それでやっていこう。
5秒ぐらいで着底して、テトラから離すとやっぱ海藻がないので、テトラ周りには崩れたテトラとかがあって、それに海藻が生えてるっていう風に考えて良さそうですね。2、3、5、6、7秒。だいたい深いところで7秒ぐらいで着底するな。千葉県とかの浅いサーフだとほんと3秒とか2秒とかで着底しちゃうんで、倍以上あるって考えるとかなり深いサーフですね。海藻生えてる周りっていうのは、いろんな生き物がいるから悪くはないと思うんだけどな。なんか沖の方に泡浮いてるんだよな。もう沖からいい水が入ってきてないのかな。よどんじゃってるような感じがして、なんか雰囲気いまいちですね。この波打ち際の方に小魚が打ち上げられてないかなとか、なんかヒントを探すんですが、今のところ何の手がかりも見つけられてません。水温低いのかな。水結構まだ冷たいですね。何度ぐらいだろう。24、5度ぐらいかな。もうちょっと低いかな。ここはテトラ周りのこの砂の溜まり方というか地形を把握するのにすごい分かりやすくていいですね。ほら、向こうがそのテトラの切れ目というかで、こっちも同じく向こうがテトラの切れ目なんですけど、こう波がこういう風に反対側からもこういう風に来て、ここでぶつかるので、ここにこう砂が溜まるんですよね。ここが山の頂点になってます。なのでここが一番浅くて、ここを起点にこうなだらかに駆け下がっていくというか深くなっていく、両方にね、そんな感じです。ほんでこの頂点にねこうゴミも溜まってるっていう感じなんですけど、これがね多分どこのそのテトラ帯のところにも同じような地形になってると思うので、攻めるべき場所はこの駆け上がりというか駆け下がりというか、この深くなっていく場所と、出入り口付近ですよね。あの辺りなんかに多分魚が溜まりやすいと思うので、そういうところを攻めていくと。地形が分かりにくい時は干潮の時とかにこういうところを見てね、なんか把握するとイメージがつかみやすくなるんじゃないかなと思います。なんか気配を見つけた。ほら、ようやく小魚と言っていいかは分かりませんが、小魚の気配を見つけました。なんかシラスみたいなやつですね。なんだろう、イワシの稚魚かなんかかな。これがいるってことは、なんかちっちゃいサバとかこれを食べるような小魚が入ってきて、でそれにですねヒラメとかマゴチとかついてたりするかもしれないので、ちょっと望みが出てきたかな。こいつはありがたくいただきます。ほろ苦い生しらすですね。サバとかアジとか入ってきてないかな。しらすについて入ってきてたらチャンスあると思うんだけどな。なんか今触れたな。なんか小魚いるな。今ねこうルアーが沈んでる時にブルブルブルってこうなんか糸がルアーに当たりましたね。ここかな。ここでちょっと粘ってみようかな。
お、なんか釣れたなこれ。なんかかかったよ。これはなんか生命感がある魚だが、なんだろう、何がかかった。まあおなじみのやつですよねはい、東北ファーストフィッシュと言っていいんでしょうか。フグちゃんです。怒ってます。なんかさっき見つけたシラスを食ってるのか、沖の方でピシッピシッってこう小さい波紋が立つんで、サバかアジかなんかいるんかもしれないですね。ちょっと小魚の気配が出てきたんで期待できるかも、ここは。そしてここはさっきのとこみたいになんか沖の方に泡が浮いてないから、ここはいい潮が入ってきてるのかもしれないですね。よし、食ったかも。あー、外れた。今食ったかもしれないな。海藻とかじゃないんだよな。今のはちょっと怪しかったかも。だいぶ潮が引いてきて、テトラも際を打ちやすくなったんで、ワームで食わせやすいワームで狙ってみましょう。さっきまでは届かなかったんですけどね。やっぱテトラ周りっていうのは餌が豊富で少し掘れてたりもするので、ほら魚、今食ったな、今多分食った。魚がついてるんですよね。今多分食ったな、ガンってきたな。そうなんですよ、テトラ周りっていうのは魚がついてるんですよ。うわ、今のは貴重な当たりだったんじゃないかな。もったいなかったかな。これ水に浸かるとすごい冷たいんですけど、水温調べてみたら 21.7 度とかそんなんだったから、結構冷たいですね。まあヒラメは17度以上あればそこそこ動けるから、21度っていう水温はヒラメにとってはそんなに冷たい水温ではないですけどね。だいぶ日が昇ってきてしまいましたが、干潮前後までやりましょう。あと1時間半ぐらい。この離岸流を攻めてみようかな。よし、食ったやろこれ。よし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 、でかいぞ。しかもでかい。慎重に行こう、慎重に。よし、やっぱり干潮まで粘ってみてよかった。干潮ちょい手前来たぞ。これヒラメじゃないかな。マゴチっぽくないな。マゴチだと首をね横にガンガン振るんですけど、
なんかそういう感じじゃないんで、ヒラメじゃないかな。慎重に。波打ち際が一番バラしやすいですからね。引き波に合わせて、よっしゃ、取ったー。やったぜ、ヒラメだ。やったはい、やりました。久しぶりのヒラメ。まさか初日で釣れるとは思わなかったな。やったぜ。大きさもまあまあ、ほら60センチぐらいありますよ。61ぐらいありますよ。ほら、いいヒラメですよ。やりました。はい、どうでしょう。60オーバーのヒラメ、やりました。こんなね、明るくなってからでもカンカン照りでも釣れるんですよ。いやー、諦めないでよかった。やった。ではこのヒラメはありがたくいただきます。ヒラメを締めるときは、このちょっと分かりにくいんですけど、この T の上、ここにね、脳の位置があるらしいので、ここをついてあげるといいと教わりました。 T の上ね、ここ、ほら、しまった。パパって口が開いて閉まりましたね。そしたらこのエラのところからナイフを入れて、この背骨の下のところを傷つけてあげる。でこれでね、腎臓と血管を傷つけました。そしたら水に入れてバシャバシャと血を抜いてあげる。でこの時ちゃんとグリップかかっているのを確認してやらないと、波にさらわれて持ってかれちゃいますから、サーフでは特に気をつけてやりましょう。では急いで車に戻ってクーラーに入れましょう。夏場は魚の体温というか温度を上げないようにするのが美味しく食べるコツですからね。よし、これで冷やし込んで、よし、ミッション完了。ほら、もうこんなに日が高くてカンカン照りの青空。こんな状況でもヒラメってやっぱ釣れるんですよね。朝からやってダメだからダメだって言うんじゃなくて、やっぱヒラメってこう食ってくるタイミングっていうのがあるんだと思います。今回も満潮じゃない、干潮の少し前の時間ですね。干潮直前の時間でした。でやっぱりこういうここね、沖にこう向かって流れが出てるんですけど、この場所でやっぱヒラメついてましたね。なんか釣れるべくして釣れたっていう感じがあります。いかにもなポイントと、そしてそのいかにもな時間、ここだろうっていう時間。いや、なんかこういう釣れ方するとめちゃくちゃ嬉しいですね。せっかくヒラメがいることが分かったんで、もうちょっと頑張ってみようと思います。何を食べてるのかとかもう全然わからないけれど、正直ヒラメがいるんだから何か小魚がいて沖から寄ってきてるんですよ。一匹じゃないはず。ヒラメを車に持ってったりなんかしてたら結構時間経っちゃったんで、もう干潮からちょっと上げに入ってるんですけど、その上げ始めも結構釣れることがあるんで、もうちょっとやりたいですね。あ、なんだ、イワシいるんじゃん。カタクチイワシいるんだ。そうかそうか、ピチピチ跳ねてんのカタクチイワシなのかもしれない。今もあそこ跳ねてるけど、シラスを追ってピチピチ跳ねてる沖の方とかで跳ねてるのはこれサバと思ってたけどカタクチイワシなんですね。そりゃヒラメ釣れるな。そうか、イワシがいるのか。
イワシがいるならかなり熱いな。これはもうちょっと粘った方がいいかも。もうちょっと頑張ったらもっとでっかい座布団ヒラメとか釣れるんじゃないかな。目指して頑張りましょう。おし、来た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 。おっしゃ、おし、来た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 。おっしゃ、なんだろう、これはヒラメではない。跳ねた。ヒラメではない。ヒラメではないがシーバスか。シーバス釣れた。はい、ヒラメの次に釣れたのはシーバスでした。大きさはそうだな、50センチないぐらいかな。可愛いシーバスですが、綺麗だし、すごい綺麗だし、イワシいっぱい食べてるんでしょうね。すごい太ってます。やりました。はい、シーバスちゃんありがとう。バイバイ。いやー、まさかこんな晴れの日の昼前に試合が来るとは思わなかったですね。またサーフの釣りやってると、特にこの干潮前後とか満潮前後、この谷と山の前後っていうのはなんかいい思いしたことがたびたびあるので、やっぱ粘るならそこまで谷か山まではやった方がいいですね。今日はそのことをさらにこう実感したというか、勉強になりました。今日の勝因は餌の餌を見つけられたことですね。餌の餌を見つけたことによってここで粘って、で、干潮前後の一番いい時間までやりましょうというふうに粘ったことによって、ヒラメと、今のところシーバスをすることができたと。これはなんか嬉しいですね。こう一から組み立てていく釣りっていうのはなんか本当面白いな。ヘビーシンキングペンシルに変えてちょっと沖を探ってみましょう。ワームが届かない範囲を。カラーはワームのヒットカラーに揃えました。緑とグリーンと金が入ったカラーです。さすがにちょっと眠たくなってきました。僕昨日の夜まで大阪にいたんですよ。選挙があったじゃないですか。で、僕住民票は実家のある大阪に置いているので、選挙の投票のために大阪に飛行機で飛んでたんですよね。で、昨日の夜成田空港に帰ってきて、9時頃かな、21時頃に帰ってきて、でそのまま夜走ってこっちに来たので、あんまり寝てないんですよ。ちょっとね、心地のいい日陰を見つけたんで、ちょっとだけ仮眠取ります。食った。ポールで食った。なんか今ガンってなったんだよな。落ちパクだった。なんだろう、ヒラメじゃない、シーバスかな。よあ、シーバスだ。はい、シーバスちゃんでした。これぐらいの小さいシーバスがいっぱいいるんでしょうね。なんかイワシがいるんだな。あ、落ちた。バイバイ。
じゃあ釣れたヒラメ寝かす準備をしていきましょう。じゃあまずはエラと内臓を外していきましょう。前のエラの膜を切ってしまって、エラが外れたら内臓を抜く。ちょっとね試してみたいことあるんで尻尾を切ります。背骨をですね切断しました。これで冷たい水です。これは注射器の素です。シリンジとか言うんでしたっけ。これね視聴者さんからいただいたんですけど、これで水を押し出してここの血管のところに当てれば究極の血抜きできるんじゃねって視聴者さんがね教えてくれたんで、ちょっと試してみようと思います。本来ね内臓を出す前にやるんですけどね、究極の血抜きは。ちょっとやってみましょうか。ここの動脈のところに勢いよく当ててみる。ダメか、水量が足りないか、さすがに。というか内臓を抜いてしまったからあれなのか、圧迫できないのか。なんか手応えはあるんですけどね。ただ身が張ってるかどうかっていうのは分からないな。後ろからもやってみるか。身が張ったかどうか分かんないな。どうだろう。小さい魚だったらいけたかもしれないし、内臓を出さずにやればもうちょっと圧迫できたかもしれないけど、ちょっと失敗の匂いがしますね。こうやって水圧で中を洗えるのでよしとしましょう。これはこれで結構便利ですよ。ほら。じゃあキッチンペーパーでお腹の中をきれいに掃除して、全体的に水分を取っておいて、中にペーパーを詰めて、じゃああとはペーパーでぐるぐる巻きにして、よし、じゃあラップでぐるぐる巻きにして密閉。はい、できました。あとは袋に入れて、この中に水が入らないようにして、クーラーの中でねこんな感じで袋に入れて水が入らないようにして氷水につけて寝かせます。ヒラメはあんまり長いこと寝かすものじゃないらしいので、2日か3日ぐらい寝かして食べてみようと思います。ちょっとオイル交換をしようかな。オイル交換とバッテリーもそろそろやばいんだよな。よし、オイル交換してきました。あとですね、バッテリーもそろそろまずいですよということで、バッテリーも交換してきました。旅中にね、いきなりバッテリー上がっても困りますからね。あと、これからの暑い季節対策で、こういうのをね、買ってみました。放射冷却素材を使った、この窓にかぶせるカーテンみたいなやつですね。車中泊をね、夜はこういうのあんま関係ないんですけど、昼間釣りしてる間とかの車内の温度を上がらないように、なるべく上がらないようにしておくと、だいぶね、夜も車の中涼しいので、ちょっとね、これ試してみようと思います。こっち側が白くなってるんですね。なかなかいいんじゃないですか。ちなみにね、この車、つい最近走行距離が23万キロを達成しました。ただね、まだ車の調子全然悪くないし、燃費もね、これハイブリッドカーなんですけど、全然落ちてないので、まだ買い替える予定は今のところないです。なんか海の近くに来たら急に霧が出てきました。しかもね、気温が一気に下がって25度まで下がりました。街の中は35度とかあったんですけど、何なんですかねこれ。海水温が低いから霧が発生するんだろうか。さあ、釣ってきましたヒラメで、久しぶりの車上食堂やっていこうと思います。このヒラメ、本当は3日寝かして食べようと思ってたんですけど、実はね今6日間経ってます。というのも釣ってから2日後ぐらいに風邪をひいてしまって、でそっからもうしんどくて
ずーっと体調戻らなくて、で今日やっと体調回復したんで料理してるんですけど、そういう事情があってね、6日間寝かせてしまいました。どんな風になってるんでしょうか。これもうしんどくてね、氷変えるの精一杯で、ペーパーも変えてないんで、ほらなんかちょっと茶色くなってますね。でも大丈夫そうかな。腹周りとかも特に匂いも大丈夫そうです。ではまず鱗を取っていくんですが、今日はねすき引きっていう方法で鱗を取っていこうと思います。前大荷祭りの時に教わったやつですね。こうやって包丁を入れて、鱗のところだけを、鱗と皮の間に包丁を入れて、こうやってすいていく。ヒラメみたいに鱗の細かい魚はこのすき引きが結構適してるらしくて、ちょっとチャレンジしてみようと思います。切ってしまった。身を切ってしまった。これここちょっと身を切ってしまいました。下手くそですね。ここの部分ってこうカーブしてるから結構やりづらいんだよな。難しい。なんとか背中側完了です。何箇所かこうやって皮を切ってしまったところもあるし、すごいムラもあるんですが、なんとかすき引きできました。あとこの辺のね細かいところはいつも通りこうやってこそいで鱗を取ります。裏側はなんか平らだからやりやすいかも。背中側はこうモコって盛り上がってて丸くなってたからちょっとやりにくかったんですけど、裏側は比較的綺麗にできるかもしれないな。切った。多分切った。切ってるよ。切ってるよ。いってるそばから。ダメじゃん。切っちゃったよ。見てください。うまくいったところはなんか蛇の脱皮の殻みたいですよね。すごい綺麗です。いや、すき引きの方が早くできると思ったんですけど、僕が未熟なゆえに余計に時間がかかった気がします。よし、じゃあ5枚におろしていきましょう。ヒレの付け根のところにも切り込みを入れておく。そしたら真ん中から包丁を入れて身を削いでいく。よし、とりあえず1箇所目。こっちの青っぽい色の身2枚が背中側の身で、こっちのピンクっぽい身2枚がお腹側の身です。4枚と骨で5枚おろし完了です。いや、なんか久しぶりにヒラメさばいたこともあって、なんかだいぶ下手くそになってる気がします。あとはそうですね、実はねヒラメの丼がちょっと行方不明なんですよ。だからこの車のどこかにはあると思うんですけれど、ちょっと散らかりすぎててどこにあるかわからないっていうのと、あとはもしかしたら相棒の家に置いてきてしまったかもしれません。では今晩は背中側とお腹側半身ずつ食べましょう。じゃあまず縁側のとこ取りましょうか。縁側部分は文句なしで刺身でしょう。こちらも一部はお刺身にしてしまおうかな。はい、皮の裏側はこんな感じ。お刺身の他にももう一品作ります。もう一品は皮付きのまま適当な大きさにカットして、全体に軽く塩を振って、そしたらこれで20分ぐらい置いときます。今回は骨も使うので鍋に入る程度の大きさに刻みます。ヒラメの頭は鱗が残ってるのでさっと湯にくぐらせます。せっかくなんで全部やっておきましょうか。全部のアラをさっと湯にくぐらしておきます。臭み対策ですね。そしたらね、顔周りの鱗がだいぶ取れやすくなってるんで取ります。ほら、ペーパーで簡単に取れる。完璧には無理なんである程度でいいと思います。では今度は水の中にアラを入れて、水の状態から
火にかけて出汁を取っていく。ネギはこの青い部分とこの白い部分と半分ぐらいでいいかな、カットしてこれも鍋に投入する。あとはこちら福島のお酒を買ってきましたんで、これをちょろっと入れます。じゃあこれで出汁を取っていきましょう。丁寧にアクを取り除きながら20分ぐらい煮込みます。よし、じゃあ20分ぐらい経ったら火を止めて、このアラとかをね全部出してしまいます。ここでしっかりこういう骨とか鱗とかの残骸をねすくい取っておく。そうしたら最後に昆布を投入する。でこのままね火をかけずに少しの間置いときます。それじゃあその間に野菜を用意します。えのき、しめじで、これは細切りにした人参ですね。そしたらさっきの皮付きの切り身、水分が出てるので水気を取ります。片栗粉を薄くまぶす。皮の方から焼きます。で押さえておきます。押さえておかないと皮が反ってしまいますからね。押さえておくとほら皮が反らずに真ん中もきれいに焼けます。じゃあ魚を一回ひっくり返したあたりで野菜を炒める。野菜に火が通ってきたかなっていうところで魚を取り出してお皿に並べておく。じゃあここにさっきの出汁ですね。出汁を入れる。ここに酒、醤油、みりんで塩を少し加えて水溶き片栗粉でとろみをつける。あとはこちらを魚にかければ、はい、できました。ヒラメの和風だしあんかけ。さあ久しぶりの社上食堂ですね。いただきます。じゃあまずはお刺身からいきましょうか。早速縁側から。ちょっとね他の料理作るのに時間がかかりすぎて若干乾いちゃいましたけどね。ちょっと醤油に油が浮きます。いただきます。さすが縁側のところは若干油もあって、でこんなに時間が経ってるんですけどコリコリ感も残ってて、さすが縁側のところはすごく美味しいです。次は縁側ではない部分をいただきます。臭みとかはないし食感も悪くないけどすごい強い旨味があるっていうわけではないですね。寝かしすぎたんでしょうか。それか今の時期のヒラメってそんな美味しくないというか、多分ヒラメが一番美味しくない時期なので、こんなもんなのかなという印象です。東北の方は水温が低いからどうなのかわかんないんですけど、関東だとヒラメって5月6月ぐらいが産卵期なのかな。でその産卵期を超えたヒラメって猫またぎって言われてるぐらい、猫がまたいでしまうぐらい味もそっけもない魚って言われるぐらいね、その夏のヒラメってあんま美味しくないらしいんですよね。でもね、釣った魚とお酒があれば何でも最高の食事になると僕は思っています。福島のお酒でね、うららっていうお酒を買ってきましたんでいただこうと思います。いただきます。久しぶりの社上食堂に乾杯。やっ
これですよ、これ。なんか病み上がりの喉にカーッと効きますねうん。さあ、お酒も入ったところで、あんかけいってみましょうか。寝かしすぎた魚は火を通した方が美味しいことがあると聞いたことがあるので、火を通した料理はどうでしょうか。じゃあまずはヒラメの身だけいただきましょう。食感はね、ふわふわですごくいいですね。ただなんだろう、労力をかけた割にはめちゃくちゃ旨味があるっていうわけじゃなくて、だしもだし美味しいんですけど、だしは効いてるんだけど、なんか弱い感じがします。でもこれはもしかしてあれかもしれないですね。僕まだ風が感知はしてなくて、なんか鼻が詰まってるんですよ。だからそれでちょっと風味が分かりにくくなってるからかもしれない。このあんかけ、あんかけはすごい美味しい。出汁が効いて程よい甘みがあって、でこの野菜のシャキシャキ感との相性がなかなかいいですね。熱とかはね完全に下がったんだけど、鼻だけまだ回復してないんですよね。でもこれじゃちょっと正確な食レポができないな。このお酒も正確に味をお伝えすることができないですね。美味しいなとは思うんですけど、鼻の奥に抜けていく香りってあるじゃないですか。それがねほとんどわからないんですよ、まだ。もったいない。いやー、全くもってもったいない限りだな。ただ普段鼻もちゃんと通ってて味も分かって、なんか何も不自由なく美味しいものが食べれる状態っていうのは当たり前ではないのだなということをなんか認識するためには、たまにはこういう状態もいいのかもしれないですね。さあ締めといきましょう。これさっきの出汁なんですけれども、これを使います。味を見ながら塩を入れて、醤油でみりんもちょっとかな、ちょっとずつ加えて味を見ながら味を整えていく。そしたらここに白石ウーメンっていうのをね入れてみようと思います。これねお隣の宮城県の名産らしいんですけど、なんかそうめんみたいな感じなんですが、油をなんか使わず作ってあるみたいです。なんかお腹に優しいとか書いてありました。あとねこのサイズ感が気に入りました。短くていい感じです。一般的なそうめんよりは若干太いかも。じゃあこれをねもう今日はそのまま投入しちゃいます。こぼれたー。まだ終わらんよ。本当は別の鍋でちゃんとお湯で茹でてからこっちに入れた方がいいんだと思うんですけど、ちょっと今日は時短で直接入れてみました。はいできましたよ。仕上げは刻みネギパラパラっと。うまいんだろうなこれ、鼻通ってたらもっと。ただねこれあれですね、この麺自体に結構多分塩分食塩使われてるんで、ちゃんと別のもので茹でてから入れないとちょっとこれ塩辛くなっちゃいましたね。鼻が通ってないとこんなに味ってわかんないんだ。苦労して釣ったし苦労して作ったんでめちゃくちゃうまいって言いたいんですけど、正直わからんなんかこれに関してはもう塩気しかわかんないです。でも麺の食感はすごくいいですよ。こうつるっと滑らかな感じで
で、短いからね、チュルンと口の中に入りますしね。結構これは好きです、僕は。ごちそうさまでした。ちょっとね、汁はしょっぱくて全部は飲めませんでした。こんな感じでいきなり風邪をひいて始まった東北釣り旅なんですけれども、現在地の福島県から東に北に向かいつつ、宮城県、岩手県、青森県、秋田県で山形県と、東北全部行けたらいいなと思ってるんですけど、そこまで時間が取れるかどうかはちょっとわからないです。で、あと東北を回りながらどんな釣りをするかっていうのもわからないんですけれども、東北はサーフが多いので、サーフ修行をしたいという思惑もあるので、サーフの釣りが多くなってくるかなと思います。なんでね、サーフファンの皆様、楽しみにしていてください。では、また次の旅先でお会いしましょう。バイバイ。